今日は祈りと瞑想についてお話しします。私はもうすでに10代から瞑想をやってましたので、もう70年瞑想をやってて、また瞑想を皆さんにどのようにやったらいいかというのをお話しして、もう一生こうやって送ってますね。そして祈りとか瞑想っていうのは人それぞれなんですね。ですから皆さんが先生方について瞑想すると、それぞれのやり方をお話しなさると思うんです。で私は基本的にエドワード・ケイシーのリーディングをベースにして瞑想してますので、今日もそうなりますね。ただあくまでエドワード・ケイシーはキリスト教徒ですね。私は仏教徒です。ですから瞑想のについての細かい部分はね、かなり違うと思うんですね。これも一人一人みんな違う、また違ってていい、逆に言うと違わなければいけないということですね。皆さんは皆さんの瞑想を確立して、それを一生続けられればいいわけですね。はい、前置きはさておいて、瞑想と祈り何なのかというお話をしますとね、祈りというのはね、自分のこれからの人生、今までの人生じゃない、今から先の人生どう生きるぞということを宇宙にはっきり宣言するのが祈りですね。こう生きるぞっていうのを宣言する、言葉で動作でね、感情でリズムで、それからタッチというやり方を私お勧めするんですけど、タッチする時もそうですね。私の人生これからこういう体験をしたいじゃないんですよ。するという宣言をする、これが祈りになるわけですね。私は実にその辺は達者というかね、長年やってるので、例えば私がこれから例によってご挨拶します。皆さんのかって生まれてきた人、今生きてる人、これから生まれてくる人、みんなにご挨拶しますっていうご挨拶ですね。その時に目的はっきりさせておく。私は目的、もうご存知ですね。たった今世界中の人たちの心身を健康にしているぞ。これももうこれから健康にするんじゃない、もう今している。過去も私は健康にする生活をずっと続けてきた。でも過去はいい。今私はその皆さんを健康にする仕事をしているぞ、そういう選択をしているぞということなんですね。それを宇宙に宣言している、祈っていると、こういうことになるんですけど、そうするとどうなるかというとね、皆さんの肩こり簡単に治りますよ。ちょっとした体の不調、体のアンバランス、簡単に治るんですね。私が決めるわけにいかない。皆さんが自分で決めてください。福田先生に例えば右肩のこり取ってほしい、これ簡単だよね。自分が決めればいいんですよ。なぜか、これも申し上げてますね。私たちはみんなで同じ命の同じ意識の生き生きした体験を作る働きをみんなで生きてるんですね。ですから私とあなたは違ってない、いつも一緒にいるという感じなんですね。でご一緒に、例えば私がやってみせますけれどね、その時に皆さんはもうすでに私と一緒にやってるんですよ。そこで私が今申し上げた命の知恵と慈しみの生き生きした体験を作る、私たちの体験を作る働きというのをね、今って言ってんですよ。ね、今だから今が皆さん今なんですよ。皆さんも私なんですよ。よくこれも申し上げてますね。私は地方へ行った時に地方の氏神様にお会いすることにしてる。氏神様お会いしたいというと即座に来ますね、ここにね。それでいろんなお話をするんですけれども、誰でもできるんですよ。そういうことを知ってれば。最後に分かってるのね、氏神様は全員と言ったらいいですか、どこの氏神様も同じこと言いますね。私はあなたであると表現をするんですね。どの氏神様も全員そう言います。全員って言っちゃいけないね。だから私たちはこれ今私の話を聞いてる方々、見てる方々、みんな私なんですよ。だから私は私にご挨拶してるんですね。だ
ただ肉体を持って時間と空間の制限があるのでこういうご挨拶するんです。目的はっきりさせましたか？自分の人生でもいいんですよ。これからの自分人生、素晴らしい人生って目的をはっきりさせる。しかも目的ははっきりした方がいいので、はっきりしてた方がいいので、例えばですよ、今パッと頭に浮かんだのはね、私は警視庁に勤めて警察官になって、それから日本のね人々の、あるいは世界中の人々の警護をしたい、そういう言葉が当たってるかどうか知りませんね。それを勉強してそうなるぞともうなっていると決めちゃったらいいんですね。そして私の一緒にご挨拶しましょうね。かって生まれてきた人、大勢生まれてきましたね。もう大勢の方々が地上で一生を送りましたね。今生きてる人たち、もう大勢の人たちが生きてますね。これから生まれてくる大勢の人たちにご挨拶するんですね。はい、今日はどうぞよろしくお願いします。それでもう仕事は全部終わったね。あとはね、祝福感謝感動っていうのよかった。福田貴則ね、皆さんにお会いして皆さんにご挨拶することができた。よかった。これですかね。これが人生かな。嬉しいなって全身で喜ぶ。で、祈りは今のようなことですね。ところが今度は瞑想というとまた皆さん構える。ね、瞑想してね、悟りを開きたい。結構ですよ。私に言わせて私はねもううん十年瞑想してて知ってるのはね、みんな悟り開いてるよっていうの。ただ開いてないという選択をしてる。あるいは今申し上げたようにこれから私は悟りを開きたいという選択をしたからその体験してるだけです。開いてる開くという言葉がどうですかね。当たってるかもしれません。私言ってますね。かって生まれてきた人、今生きてる人たち、これから生まれてくる人、ほら開いてるじゃない。これが祈りだね。で、私たちは悟りを開くっていうのは、私はかって生まれて生きた人たち、今生きてる人私でね、これから生まれてくる人みんな私だよ。これ広がりって言ってますね。だから悟りを開くっていうことはその広がりをいつも意識しているっていうだけのことです。だけのというかものすごいことですよね。ものすごいこと、もう本当に感動ですよね。だから悟りを開いてないなんて人いない。私もこれも瞑想中にはっきり分かった。誰でもみんな悟りを開いてんだけれども悟りを開こうとしてたり、あるいは悟りなんかと全然関心がなく、悟りに関心がなくて他のことに一生懸命やってるから悟りを開くっていう開いているという体験ができないんです。それだけかな。これで瞑想やりますね。江戸川慶子の瞑想っていうのは面白いですね。しきたりというのがあるんですね。そのしきたりはこんな感じなんですね。まず一番最初に頭と首の体操っていうのをやるんです。これもね、頭と首の体操っていうと体操という言葉がついてるのでね、また皆さん何とかしよう何とかしよう、いい体操をしようとするんですけど、そんなこと一切ありません。頭の首の体操をこうやるんです。頭前3回後ろ3回左右3回ずつぐる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 回して左右に3回ずつなんですね。これなさればいい。これ毎朝なさるといいかな。その時は立ってやるんですね。今日は私座ってますので座ってもできる。実は寝ててもできる。おトイレの中でもできる。電車の中でもできる。どんな姿勢でもできますね。私はシルやってます。頭と首の体操。ですから私は猫ちゃんと同じで私の首ふにゃふにゃなんですね。固まるっていうことはないんですね。これ頭と首の体操をしてるから。しかもこの頭と首の体操をすると体が敏感になるんですね。それとってもいい体操なので体が敏感になって体中が元気になるとこういうことですね。でやってみます。こんな感じですね。まず今座ってやってますのでそう座って状態でいきますからね。頭前3回やるときにねこうやってやるんじゃないんですよね。首筋と背筋と伸ばして、正確に言うとこうなるんですけどね、これも正確じゃなくていいですよ。頸椎は3番4番です。これ伸ばすんですね。
胸椎は2番3番なんです。これ伸ばすんですね。腰椎は4番なんですよ。忘れちゃっていいですよ、こんなの。要するにね、伸び伸びっとしてる感じかね、あるいはもう一言ふわっとしてる感じ。こうやってね、ふわなんてできないんですよ、人間は。こうやって伸び伸びふわっとこういう感じになるんですね。この感じですね。力一切いりません。特に皆さんが肩に力が入る、あるいは頭に力が入るんですね。ですからそういった力を抜くために頭と首の体操をやると思ってもいいですね。頭前3回、今のところ伸ばすんですね。もう一言伸ばす、伸びてる自分ってどんな感じかな。こういうわり伸びてる自分、こういうわり伸びてる自分、どんな感じかなと感じればいい。で今も手でこうやったですね、実はこのくらいの周囲をねにいる自分を伸ばせばいいんですよ。このくらいのこう周囲、こう広がりっていうんですけど、この自分の周りの広がり、あるいは宇宙でもいいですからね、大きさ関係ないから、この広がりを宇宙の広がりをこうやって伸ばしてあげればいいかな。今上げればって言いましたけれど、頑張って上げるんじゃなくてね、感じるんです。大事なこと、感じるんですね。私は今宇宙を伸ばしていると感じるんですかね。でその姿勢で顎を引く、ということですね。これもですね、こんな感じって言って顎を引けばいいんです。感じてる、今感じてる。で3回やるんです。で3回続けたら今度顎を上げるんですね。上げるっていうか、顎を上げるって、これ言葉のあやです。顎を上げるんじゃなくて浮かすっていう表現しますね。この時は顎を引くと言いますね。顎を引く、顎を浮かす、顎を浮かすの3回ですね。感じるんです。どんな感じかな。先ほど申し上げたように宇宙の広がりをこう浮かしてる感じなんですけどね。で今度左右ちょっと揺すってみます。こう左右に揺すってみます。これも微妙なとこですけれども、こう見ていただくと分かるんですけど、私頭は実は動かしてないんですよね。顎も実は動かしてはいないんですね。こう見てて、ほらこうやってる時に頭も顎も動いてないんじゃないですかね。要するに何言ってるかっていうとね、頭とか顎を動かすんじゃなくて、宇宙全体の広がりを動かしてるんですね。ですからこう右やってこちら右ですからね、右やって左やってこうやって感じてはいるんですよ。右行って左行って、でもこの辺動いてないですからね。ここがコツですからね。それで楽な方から行く。例えば私こういう人でやってみたら両方楽なんですね。ただこっちの方が楽そうなのでね、こういう方が楽そうなので、ちょっとそっちでやってみますとこんな感じになります。私目つぶってますけど自分を感じてる、あるいは宇宙の広がりを感じてるから目つぶってるんですね。目を開けちゃうといろんなとこ見ちゃっていろんなことを考えるからですね。瞑想っていうのは考えないことです。ですから今目つぶってますね。で右やってどんな感じかなですね。で左やってどんな感じかな。今のお働き、あるいは今って言ってるんですけど、私のこの前も申し上げたけど、私は今の通り道です。ですから私はこうやってやった時に今がね通ってるのどんな感じかな、こっちやった時に今通ってるのどんな感じかな、こんな感じなんですよ。で先ほど伸ばすのもそうですね。伸びてる自分ってどんな感じかな。今は伸ばしてくれてる、伸ばしてくれてるっていうか、今が伸びを体験してるっていう感じなんですね。でこんな感じですかね。右が楽ですから、どんな感じかな。右曲げるってどんな感じかなというより、この場合はね、こちらを開いてる感じ、こちらはこう閉じてる感じなんですね。でもこれも言葉にしてしまうと大変なんで、要するに今がの私は通り道で、私がどっち曲げるかっていうのは私が決める問題だから、私が決めると今がお仕事してくれる、働くっていうんですね。知恵と慈しみの生き生きした
これからの体験を作るみんなの働きですから。今はいいですか、今はちゃんと仕事をしてくれる。で3回やったら反対もですね、どんな感じかな。今が私のこのね左へ頭をかしげてるのどんな感じかなですね。で今度終わったらくるりと回すんですね。この時に江戸川慶子がゆっくりと言ってますので、急がない、クックックックと回さない、これとっても大事なこと。それで今申し上げたように、先ほどと言ったらいいんでしょうかね、首筋伸ばして胸椎のね2番3番伸ばして、腰椎のところを伸ばしてね、全部リラックスしてこう回します。これも見てね、皆さんこうやってやると、私首を回してると皆さん見えるんです。でも私全然首回してないんですよ。しかも目の位置見てね、目の位置変わらないんです。今の広がりが私を通して生き生き生きとした働きがね、私を通してものすごい勢いで働いてる、通り道、私は通り道だから、その働きを通させてる、こういう感じなんですね。はい、3回やったら反対ですね。こんな感じです。いいですね。私は全然動かしてない。ところでご挨拶の時に言うのを忘れちゃったけど、今も皆さんに言うのを忘れてるんですが、皆さんの選択した肩こりないですよ。皆さんが選択した腰椎の変な感じもうなくなってるんですね。もうなぜかというと、私もうすでに感謝しちゃったから。ただその選択をされなかった方はね、あるでしょうね。それは私の責任ではない。逆に言うとね、今は自分の選択したことしか体験させてくれないからということですね。これ頭と首の体操なんです。それから今度またポケットに手入れますね。呼吸法っていうのがあるんですね。江戸川慶子自身は呼吸法という言葉を使ってないんです。呼吸のやり方という感じなんですけどね、呼吸のやり方やるわけですね。その時に江戸川慶子のやり方をこう言いますとね、左の手を用意していただいて、親指で、江戸川慶子は親指でなんて言ってないんですよ。ただ一般的に親指で左の鼻腔を押さえてね、鼻腔を押さえて、右の鼻腔から吸って口から吐くの3回ですね。雰囲気はこんな雰囲気です。いつも申し上げてるんですと、私息が長いんですよね。ですから私の息と一緒にやんないで結構ですよ。ふうはふうはふうは、これで大丈夫なんです。ただ私は息が長い、その話またちょっと後でしましょうね。ですいません、今はお付き合いいただいて。3回終わったら指を変えるんですね。で右の鼻腔を押さえて、左の鼻腔から吸って、指を変えて右の鼻腔から吐くの3回なんですね。こんな感じです。息長いですから気にしないでね。とやるんですけどね、これ実は皆さんにもやってご覧に入れたと理解してるんですけれども、スムーズというケイシーが自分の奥さんの肺がんを100年前に治したという、これで吸入してもいいんですね。やってみせますとこういうことですね。だからいつも言ってる、私見てて見ててっていうのは、私は肘を張らない人間ですよね。で今も親指でこうやってやらないで、小指でこう蓋開けてますね、スッと。これも健康のコツなんですね。この時にやりにくいから親指使ってますけど、この時も見てて見てて見てて、ほら親指使ってても全身で動いて蓋開けてるんですね。で置く時に、また置く時に先見ましたね。
でここに置きました。いいですね。その時もずっとそうだけど肘上げてないんですね。これが福田が皆さんにおすすめする健康法です。これで今のやり方やってしまったらどうっていうのは私の提案なんです。これ呼吸器系、私どもの呼吸器系を系っていうのは肺とか鼻とかね、全部を含めてその働きを活発にする道具なんで生かさない手はないと、こういうことですね。で直接鼻をこの瓶の上につけると皆さんむせるんです。これも100% のエタノール使ってるんでね。ですからこの重々申し上げますけど、何度も申し上げますけど、このように瓶の位置を下げていただいて、これで握っていただいて、瓶が落ちないように小指でね、あれしていただいて、支えていただいて、で片方の指で、親指で左の鼻腔を押さえて右の鼻腔から吸うんですね。今も白鳥がっていう話したと思うんですけどね、白鳥が冬の間日本で過ごして、春になると営草地シベリアに飛んできますね。その時にこうやって首伸ばして飛んできますね。あれ真似してるんですよね。それから白鳥に聞いたことがある。ね、どこを意識してこう羽ばたくの飛んでるのって言ったら胸と言いましたね。これ私はその通りやってるんです。白鳥になったつもりでね、肘の位置見て、肘の位置下ろしてますね。それから前の方に行ってる白鳥ってこうやって飛びませんよね。こうやって飛ばない。こう飛ぶ真似してるんです。白鳥の見て、白鳥みたいに羽ばたきしてるんですね。もう希望に向かって飛んでるんですよ。素晴らしいね。シベリアで赤ちゃんいっぱい産んでね、連れて帰ってくるからねって、こんな感じなんですかね。で口から吐くの3回ですよね。で口から吐く時もそうだけど、ついでに「あー」と言えばいい。白鳥の真似してふざけてんですよ。この時鼻を押さえてもいいですね。両方とも口から吐く。でも凝らない。3回やったら今度反対側ですね。こちらの鼻を押さえて白鳥です。それで今度は反対側の鼻を押さえて反対側から吐くんです。ね、希望に向かっていっぱい飛んでいくんです。私たちもそうですよ。だからこうして吸わないでくださいね。こう希望に向かって飛んでないんですね。今にこだわってるんです。そうじゃこれ取る時もそうですね。私は肘を動かさない人間ですね。でこの蓋を閉める時もそうですけども、どちらかというと肘で締めてんじゃなくて、これ全身で締めてるんですね。こんな感じですかね。ポケット入れます。ポケット入れる時もそうですね。このように動いてきますね。で瞑想、はい、もううん十年前ですね。今が私に教えてくれた瞑想は呼吸を意識するということですね。呼吸を意識する。先ほどから言ってますね。私たちは生きてるうち呼吸してます。いいですね。生きてるうち呼吸して、死んでる時呼吸止めるんですね。死ぬ時にと言ったらいいですかね。で今の呼吸も大事ですね。頭と首の体操をやる時も大事ですけど、いつでもこう広がりを感じてる。呼吸っていうのは広がりを感じることなんですね。宇宙を吸って宇宙に返してあげる。宇宙を吸って宇宙に返してあげる。そんな感じなんですけどね。はい、瞑想しますね。この瞑想する格好、いろんな格好あります。でも江戸川慶子に言わせても、立ってても座ってても寝てても、お風呂入っててもおトイレ入ってても電車に乗ってても瞑想できると、私はその立場を取るんですね。ですからこれから瞑想しますけど、今座ってます。座ってるんで、座って瞑想しますのでお願いしますね。で頭と首の体操と呼吸体操が終わり、呼吸法って言ってますね。終わりましたらね、
瞑想に入るんですけど、私今目つぶってますね。目つぶって私は始めます。いろんな人がいますのでね。で瞑想を始めますと途端に面白い話いっぱいあるんですけどね、半眼になるんですね。で私が半眼っていうのは目がうっすら開けてる状態、これ力入れないからですね。今わざわざつぶってるんです。力入れないし半眼になるとね、この辺がぼやっと見えるという感じになるんですね。この辺がぼやっと見える、見えているですね。そのことも一切気にしません。で手の位置はどこでもいいんですけどね、どんな格好でもいいんです。カバン持ってても瞑想できますね。荷物背負ってても瞑想できますね。それも一理構わないんですけどね、大事なのは肘を下ろしておくっていうんですね。肘を下ろすと棚心、手のひらが前上向くのが普通です。でもこれも人によって違う。私は瞑想する時こんな感じで瞑想するんですね。そして座ってますんでね、こう押し付けない、こうして押し付けない、ももの上に手を乗せてるんでこう浮かしてるんですね。これも瞑想の一つのコツなんですけどね。例えば結果不座して瞑想していただいていいですよ。結果不座して瞑想していただきますと、この下開けてるんです。というよりこう自分広がりをね、手のひらでも感じてるんです。広がりをこうやって広がり感じられません。こうです。広がりを全身で感じてる。だからここ開いてるんですね。でも私はここにつけときます。それでもこれ押さない、ももを押さない、浮かしとくんです。ももをこう押さないで浮かしとくと背筋が伸びてきます。伸ばしてるんではない、浮かしているとどういう感じになるとね、空中を浮いてる感じなんですね。空中を浮いてる。そして顎を引かないで、頭と首の体操をやって呼吸をこう頭と首の体操もそうだけども、呼吸法もそうですけども、広がりを呼吸で感じてるとこういうことですね。広がりを呼吸で感じてる。瞑想もそうです。広がりを感じるんですね。そしてごく普通に自分の、呼吸のやり方でごく普通にの方法でいいんですね。でも先ほど申し上げましたね、私呼吸が長いんです。ですから例えばですね、これは訓練したというかそうじゃなくてね、私は仏さんの前でずっと観音様、観音菩薩の前でね、初めの頃禅をやってましたんでね、お線香の匂いを嗅ぎながらね、一人に呼吸が長くなっちゃったんですね。長くしようとしてるんではない。例えばこんな感じですね。私吸います。これから吸います。ごく普通に皆さん吸っていただいていいですね。でもこう宇宙を吸う感じなんですね。言いましたよね。このくらいのスペースを自分がね占めてるこのくらいのスペースの中に宇宙の知恵と慈しみの生き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 した作る働きをね、ぶわーっとこう広がりを感じるんですね。ですからこんな感じになります。まだ続くんですけどね、私ずっと吸ってましたよ。もう一瞬も吐かないでずっと吸い続けたんです。吐く時もそうですね。頑張らない。皆さんそんなことやる必要ないんですよ。私は私の過去の経験があるから、観音様の前でいつも呼吸を長い呼吸をしてたんですね。だからそうなっただけです。今度吐くのやります。やっぱり長いですよ。ただね、はしょいましょうね。少しははしょわせてくださいね。こう吐き始めますね。でこうやって吸うんじゃないんですよ。ここから吐くんです。
いくらでも続けられるんですけども、その時にね、何をやってるかというと、この眉間のところですよね。眉間の奥を意識してるんです。はい、目で眉間の奥を見てるんです。そして今が私を通して、今の私を通してって言いましたけど、今の私が通り道になってるんですね。でここを見てる、奥を。ですから目玉がこう上向きますね、こんな感じで。ただ人には見せてないんですね。私の瞑想してるのを見ると、目が半眼になった時に多分そう見えると思いますね。私は自分の瞑想してる姿見たことない。今も呼吸吸ってたんですよ。ずっと吸ってたんです。ここのところ、奥のところ、これもね、何センチとか何回というところじゃないんですけどね、ここに目をこうやって向けていくとね、この辺にぼや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 って言ってね、普通はブルーのね、ぼやぼやが見えるんです。ごく普通に。見えないからって言って何の心配もいりません。それを見てるんですね。考えない。何も考えない。今もそうですね、呼吸し吸ってたんですけどね、してない。吐く時もそうですね。吐く時もそこを見てるんです。見てるっていうよりはね、そこを通して広がりが私を通し、私の体を通して、あの広がりがあるいは今が私を通してここからこう出てってるっていうんじゃなくて、広がりがを感じてるんですね。この広がりを感じてるんです。だからどのようにモヤモヤ光ってるか、そんなこと一切関係なく、で私は健康屋さんだから、例えば瞑想する時にね、目的をはっきりさせておくんですね。例えばどうしましょうかね、観音様観音様って言いましたけれども、私は江戸川慶子屋さんですからね、イエスキリストも親しくしてるんですね。だからキリストイエスに私と一緒に瞑想しましょうよと言うと、ドスンと入ってきて一緒に瞑想してくれますよね。その時もそうです。ここで任せてしまう。で私の、人生の目的は本当このままで今私を通してね、世界中の人たちの心身を健康にしているぞというのが私の瞑想の最終的な目的なんでね、いつでもそうしています。で私は健康屋さんですから、今申し上げたように世界中の人たちの心身をもう朝から晩まで健康にしてますから、いつでも瞑想してるという感じになりますからね。いつでも瞑想してる。で初めて瞑想なさる方はね、そうはいかないと思うので、自分なりに時間は小さくていいです。10秒20秒30秒1分2分3分やってみてください。自分自身に合う、自分自身との出会いですね。だから生きてるってことはどういうことかな、呼吸してるってどういうことかなって感じてるんですよ。はい、今日これでおしまいです。ご挨拶します。かって生まれてきた人、大勢の人生まれてきましたね。今生きてる人たち、大勢の人生きてますね。みんな私です。これから生まれてくる人、大勢の人生きてきますね。私ですよ。はい、ありがとうございました。